皆様、こんにちは。ブッダの教えの時間です。今日は孤独との向き合い方について、お釈迦様の教えをもとにお話ししたいと思います。人は誰しも人生のどこかで孤独を感じるものです。特に年齢を重ねると、家族との別れや環境の変化により、一人の時間が増えていくことがあります。現代の日本では、65歳以上の一人暮らしの方が700万人を超え、これからもさらに増えていくと言われています。しかし、一人の時間があることは必ずしも不幸なことではありません。今日の話を聞いていただければ、孤独を恐れるのではなく、その時間を豊かに、そして幸せに過ごすための知恵が得られるでしょう。今までの人生で培ってきた経験を生かし、残りの人生をより意義深く生きるヒントをお伝えします。もしこのお話が皆様のお役に立てるようでしたら、ぜひチャンネル登録とコメントをお願いいたします。皆様の声を聞かせていただくことで、より良い内容をお届けすることができます。今から約2000年前、お釈迦様の教えが広まってから数百年が経った頃、北インドのマガダ国の辺境に小さな村がありました。その村に住むアショーカという老人がいました。彼は若い頃は王の軍隊で指揮官として活躍していましたが、王位継承の戦いで敗れた王子側についたため、戦後この辺境の村に追放されたのです。妻は若くして亡くなり、一人息子は遠い国へ商人として旅立ち、連絡もほとんどなくなっていました。アショーカは毎日誰とも言葉を交わさず、ただ食事のために村人からの施しを受け、小さな粗末な家で過ごしていました。彼の表情は常に暗く、村人たちも近づこうとしませんでした。ある日、村に旅の少女がやってきました。サンガミトラという名の若い修行者です。彼はブッダの教えを深く学び、各地を旅しながら人々に知恵を分け与えていました。サンガミトラは村人の話を聞き、アショーカの家を訪ねました。尊敬する方、どうしてそんなに暗い顔をしておられるのですか。アショーカは答えました。わしは捨てられたのだ。王にも息子にもかつての部下たちにも、こんな辺境で一人で死ぬのを待っているだけだ。サンガミトラは微笑みながら言いました。あなたは誰にも捨てられてはいません。ただ、新たな人生の章を生きる機会を与えられたのです。アショーカは苦笑しました。この年になって何ができるというのか。私は戦うことしか知らぬ老人だ。サンガミトラは答えました。ブッダの教えには、どんな状況にあっても心の平安を得る方法があります。私はあなたに3つの実践をお願いしたい。1ヶ月だけ試してみてください。もし変化がなければ、また元の生活に戻ればよいのです。アショーカは半信半疑でしたが、若い修行者の真摯な眼差しに心を動かされ、その提案を受け入れました。サンガミトラが提案した3つの実践とは、次のようなものでした。1つ目は和言愛語。毎朝、水で顔を洗った後、鏡に向かって笑顔を作り、今日も良い日になるだろうと自分に語りかけること。そして村人に会った時には必ず笑顔で挨拶をし、感謝の言葉を述べること。2つ目は日々の生活を整えること。自分の食事は自分で作り、家の掃除を毎日行い、衣服も丁寧に洗うこと。それらを義務としてではなく、自分への敬意として行うこと。3つ目は目的を持つこと。かつての戦略家としての知識と経験を生かし、村の子供たちに知恵と物語を伝えるための準備をすること。アショーカは最初、これらの実践が何の役に立つのか疑問でしたが、約束したので実行することにしました。最初の数日は辛いものでした。笑顔を作るのも不自然で、料理も下手で、子供たちに何を教えようか考えても思いつきませんでした。しかし、1週間が過ぎた頃、
少しずつ変化が現れ始めました。村人たちが彼の笑顔に応え始め、挨拶を交わすようになりました。自分で作った質素な食事にも味わいを感じるようになり、清潔な家で過ごす時間に心地よさを覚えました。そして2週間後、アショーカは村の広場で子供たちに自分の人生経験とサンガミトラから学んだブッダの教えを組み合わせた物語を語り始めました。最初は数人だった子供たちも日を追うごとに増えていきました。1ヶ月後、サンガミトラが再び村を訪れた時、アショーカの姿は見違えるように変わっていました。彼の表情は明るく、村人たちと親しく語り合い、子供たちに囲まれていたのです。アショーカはサンガミトラに言いました。若き賢者よ、あなたは私に新しい人生を与えてくれました。私は今、一人でも決して孤独ではありません。私の内側に光があり、それを分かち合える人々がいるからです。サンガミトラは微笑みながら答えました。あなたが変わったのは、外側の環境ではなく、あなた自身の心です。孤独は状況ではなく、心の状態なのです。アショーカはうなずきながら言いました。そうですね。私は今、人生の最後の章を、最も意味のある章にしようとしています。この古代インドの物語は、2000年以上経った今日の私たちにも深い示唆を与えてくれます。現代の日本では、高齢者の一人暮らしが急速に増えています。2025年には約700万人、そして2030年には約770万人に達すると予測されています。これは決して珍しいことではなく、むしろ新しい社会の形と言えるでしょう。ではどうすれば、アショーカのように、一人の時間を豊かに過ごすことができるのでしょうか。お釈迦様の教えに基づいて、3つの実践について考えてみましょう。1つ目は和言愛語です。和言愛語とは、柔らかな表情と優しい言葉という意味です。お釈迦様は、人との関わりにおいて最も大切なことの一つとして、この和言愛語を教えられました。具体的には、毎日鏡の前で笑顔を作る習慣をつけることから始めてみましょう。最初は不自然に感じるかもしれませんが、脳は笑顔という動作を通じて幸せを感じるようにできています。また、感謝の気持ちを言葉にすることも重要です。スーパーのレジ係の方、郵便配達の方、病院の受付の方など、日常で出会う人々に対してありがとうと伝える習慣をつけましょう。一人暮らしの方が陥りがちな落とし穴は、人との会話が減ることです。特に男性は退職後、会話の機会が激減する傾向があります。意識的に人と会話する機会を作りましょう。ある調査によれば、幸せな高齢者と不幸せな高齢者の最大の違いは、笑顔の頻度だそうです。笑顔で過ごす人は、周囲から好かれ、自然と人が集まってきます。趣味のサークルや地域の集まりに参加することも有効です。同じ興味を持つ人々との交流は、深い満足感をもたらします。最近ではオンラインの集まりも多く、家にいながらさまざまな人とつながることができます。皆さんの中には、人見知りだからと思われる方もいるかもしれません。しかし、和言愛語は練習で上達します。毎日小さな実践を積み重ねていきましょう。2つ目の実践は、危機を乱さない生活です。お釈迦様は、危機を乱さないことの大切さも説かれました。これは日常生活を整え、規則正しく過ごすことを意味します。具体的には、自炊、掃除、洗濯という3つの基本的な生活習慣が重要です。自炊は健康の基本です。特に男性の一人暮らしの方は、自炊をせずに外食や既製品に頼りがちです。実際、一人暮らしの男性の平均寿命は、家族と暮らす男性に比べて約10歳も短いというデータがあります。
これは食生活の差が大きな要因と考えられています。自炊は面倒に感じるかもしれませんが、簡単な料理から始めてみましょう。料理は創造的な活動であり、脳の活性化にもつながります。また、季節の食材を使うことで季節の移り変わりを感じることができます。次に掃除ですが、仏教では古来より掃除は心の掃除と言われてきました。部屋が清潔だと気持ちも晴れやかになります。また、掃除は適度な運動にもなり、認知症予防にも効果があるとされています。洗濯も同様に大切です。清潔な衣服を着ることは自尊心を保つ上で重要です。特に男性は一人になると衣服の管理がおろそかになりがちです。季節に合わせた衣替えも忘れずに行いましょう。これらの日常活動を面倒な義務ではなく、自分を大切にする時間と捉え直すことで、毎日の生活に喜びを見出すことができます。最後、3つ目の実践は、人生の目的を持つことです。お釈迦様は、人は目的があってこそ生きる力を得ると教えられました。特に人生の後半において、何のために生きるのかという問いは重要になってきます。アショーカは子供たちに知恵を伝えることを目的としました。皆さんにとっての目的は何でしょうか。それは大きなものである必要はありません。庭の手入れ、日記をつけること、地域のボランティア、家系図の作成、手芸や工作など、あなたが心から取り組めることで構いません。特に誰かの役に立つこと、何かを次世代に伝えることは大きな満足感をもたらします。長年培ってきた経験や知識は必ず誰かの役に立ちます。ある80代の方は地域の小学校で昔の遊びを教える活動を始めました。最初は週に一度でしたが、子どもたちの笑顔に励まされ、今では生きがいになっているそうです。また、70代の方は若い頃からの夢だった絵画を始め、地域の展示会に出品するようになりました。残された時間を自分の夢のために使いたいという言葉が印象的でした。人生の目的が明確になると、朝起きる理由ができ、一日一日が意味を持ちます。長生きしてどうしようという不安も、やりたいことがあるからもっと長生きしたいという希望に変わります。ここまでお釈迦様の教えに基づいた3つの実践についてお話ししてきました。しかし、理解することと実践することは別のことです。では、どのように始めればよいのでしょうか。まず、すべてを一度に始めようとしないことです。アショーカも最初は戸惑いましたが、小さな一歩から始めました。例えば最初の1週間は、朝起きたら鏡の前で笑顔を作る練習だけをしてみるのはいかがでしょうか。次に、日記をつけることをお勧めします。毎日の小さな変化や気づきを書き留めることで、自分の成長を実感できます。今日感謝したことを3つ書く習慣をつけると、自然と前向きな思考が育まれます。また、一人で実践するのが難しい場合は、同じ志を持つ仲間を見つけることも大切です。最近ではオンラインのコミュニティも充実しています。ブッダの教えの視聴者同士でつながることもできるかもしれません。ぜひコメント欄で交流してみてください。そして何より大切なのは、自分に優しくあることです。うまくいかない日があっても、自分を責めないでください。明日また新しく始めればいいのです。お釈迦様も完璧を求めるのではなく、一歩一歩進むことが大切と教えられました。皆さんも今日からできる小さなことから始めてみてください。一人の時間は決して寂しいものではなく、自分と向き合い、内なる豊かさを育む貴重な機会になるのです。今日は仏教が教える孤独との向き合い方についてお話ししました。お釈迦様が教えられた3つの実践、和言愛語、日常生活を整えること、
人生の目的を持つことは2500年以上経った今日でも私たちの心を豊かにする力を持っています。一人の時間が増えることは年齢を重ねることの自然な流れかもしれません。しかしそれは決して不幸なことではありません。むしろ内なる平安と豊かさを育む機会と捉えることができるのです。アショーカのように私たちも自分の心の在り方を変えることでどんな状況でも満ち足りた人生を送ることができます。最後にお釈迦様の言葉を紹介して締めくくりたいと思います。自分自身を照らす灯火となりなさい。自分自身をよりどころとしなさい。この言葉は私たちの幸せは外部の条件ではなく自分の心の中にあることを教えています。今日のお話が皆様の心に少しでも響いたならば幸いです。ぜひいいねボタンを押していただきチャンネル登録をお願いいたします。またコメント欄では皆様の体験や思いをぜひ共有してください。皆様からのコメントが次回の内容をより充実させる助けになります。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。